んにちは。低糖質ライフ愛好家のドリコです。この動画はレシピだけでなく知識を提供するチャンネルになります。食材から得られる栄養素はもちろんですが、どんな効果が期待できるかがわかる内容になっています。この動画を最後までご覧いただくと、おすすめ理由や健康効果、歴史や文化、作り方がわかりますので、ぜひ最後まで見てください。材料はこの動画の最後または概要欄にあります。確認してくださいね。なお、レシピや効能はチャット GPT を参考にしています。ご理解とご了承をお願いします。それでは始めます。今回はおからパウダーでポテトサラダ風です。それでは5つのおすすめ理由についてお伝えします。1つ目は低カロリーでヘルシー。おからパウダーはお豆腐を作るときに生じるおからを乾燥粉末化したもので、低カロリーながら高タンパク質、高食物繊維という特徴を持っています。おからパウダーをじゃがいもの代わりに用いることで、カロリーを抑えつつ満腹感を得られます。2つ目は栄養バランスが良い。おからパウダーは大豆由来なのでタンパク質が豊富、そして食物繊維も多いです。これらは健康的な食生活をする上で大切な栄養素です。3つ目は食感が楽しい。おからパウダーは吸水性が高く、料理に使用するとユニークな食感を加えることができます。じゃがいもの代わりにポテトサラダに用いると、また変わった食感が味わえます。4つ目は糖質コントロール。おからパウダーを使用することで糖質の摂取量を抑えることが可能です。これは特に糖尿病やダイエット中の方にとっても大切です。最後は応用が効く。おからパウダーはそのままだけでなく、水やだしで戻して使うこともできます。これによりレシピの幅が広がり、様々な料理に対応することが可能となります。おからパウダーでポテトサラダ風の5つの健康効果についてお伝えします。1つ目は高タンパク質。おからパウダーは大豆の一部であり、大豆は良質なタンパク質の源です。タンパク質は体の組織や細胞を修復・再生するのに必要で、筋肉の健康を維持するためにも重要です。2つ目は高食物繊維。おからパウダーは食物繊維が豊富で、便通の改善や血糖値の安定、満腹感の維持に役立ちます。3つ目は低カロリー・低糖質。おからパウダーは低カロリー・低糖質であるため、カロリーや糖質の摂取量を抑えたい方に適しています。4つ目は心臓病のリスク低減。大豆は心臓病のリスクを低減する可能性がある栄養素、オメガ3脂肪酸、ポリフェノールなどを含んでいます。最後は豊富なミネラル。おからにはカリウム、カルシウム、鉄などのミネラルが含まれています。これらのミネラルは体の機能を正常に保つために必要です。これらの健康効果を活用するためには、作る際のマヨネーズやドレッシングの量を適切に調整することも大切になりますので、気をつけてくださいね。おからは豆腐作りの過程で出る副産物で、それ自体は非常に古くから日本の料理に使われてきました。近年ではその高タンパク質、高食物繊維、低カロリーな特性から
健康やダイエットを意識した食生活に取り入れられることが増えてきました。おからパウダーとして利用することで保存性が向上し、使用方法の幅が広がってきました。ポテトサラダは西洋料理の影響を受けたもので、特に日本ではマヨネーズベースのものが一般的です。家庭料理やお弁当の一品として広く作られています。おからパウダーを使ってポテトサラダ風のサラダを作るというアイデアは、健康意識の高まりやさまざまな材料を用い食事のバリエーションを増やすための試みと言えるでしょう。またこれは食材の再利用や廃棄物削減という観点からも価値があります。まずはこのレシピのおすすめ理由や健康効果、歴史や文化についてお伝えしました。もし少しでもいいと思った方はチャンネル登録や高評価、コメントをよろしくお願いします。次は作り方動画をご覧ください。